美味しいものがありゃどこまでも飯飯旅。Season 6今回の飯旅は札幌視聴者さんタレコミスペシャル。それでは早速 Let's get it started. 1. イチは鮮魚店。あっとうにこさんのタレコミで北39条歩行線沿いの鮮魚店へ。11時オープンめがけて来てみたらすんごい人でしたね。店内ごった返しでございました。皆さん寿司争奪戦奮闘中。前で詰めてたマダムヤンは締めて68貫お買い上げ。わお、回転寿司なら34皿に相当だ。100円皿として見積もっても3740円。でもここなら1貫108円だから7344円。待ってよ、全然安くないじゃんって思う中で物が違うものが。そうなんです。なんとカニやらホタテやら本マグロキンキまでが1貫108円均一。どれも新鮮で美味しゅうございます。グリーン的にはホタテズワイがヒットでしたね。ホームパーティーするときにいいかもね。こりゃ人気になるわ。土日限定なもんだからもうお祭り騒ぎね。お隣には食堂もあります。それはまたの機会に。 2. 居酒屋みち。あとハワイエブリデイ8696さんからのタレコミいただきました。居酒屋みちさん、ランチタイムの生姜焼き定食が美味しいです。豚バラで背徳感があるというワードにつられ早速参上。なんとも渋い居酒屋さんじゃございませんか。ランチメニューはお店前の黒板でチェックしてから入店。なんか夜に飲みに行きたい症候群に駆られる私。ただ今時珍しい吸えるお店なので苦手な方には向かないかも。吸える系か。平日のランチ時近隣リーマンズが多いですね。スモーカーたちが集まってくるわけだね。はっけよーい。いや、相撲じゃないよ、相撲か。スモーカー。待つこと8分23秒。お母さんが運んできてくれました。はい、生姜焼き定食です。おうまそう。いい照りしてる。豚バラの脂の甘みとしょっぱすぎないタレのコラボ。これはもう一度口にしたら箸を持つ手が止まらない。こりゃお米泥棒系でございます。バラの生姜焼きってのは珍しいですね。今やバラ肉は人気の部位になっちゃいましたから。そうそう、ロースよりバラが高いってびっくりなんですけど、これって私昭和すぎ？なんかしゃぶ葉さん豚バラを食べられなくなっちゃったみたいですね。そうなの？何その情報。スペインでアフリカ豚熱だとさ。また殺処分という名の大量虐殺？なんのかな。とにかく輸入はされなくなっちゃったみたい。あらららら、イベリコ豚が入ってこなくなっちゃったってこと？そうなんだよね。かわいいよ。Anyway、美味しい生姜焼きいただきました。アットハワイエブリデイさんが言う通り背徳感半端ないですが、お気に入りの生姜焼きに追加とポチいいお店をご紹介いただきありがとうございました。 3. パネテリア吉田。視聴者さんからクリームパンが美味しいというタレコミ情報をいただきましてやってまいりました。それはいただかなければなりませんからね。子供の頃クリームパンはチョコーラの次に好きでしたから。チョコーラがそんなにつぶる意味がわからんけど。そう、美味しいよ。南平岸駅の真ん前にありました。地下鉄降りたら2分って近さ半端ねえってリア。近い。パネテリアはスペイン語でパン屋さんのこと。そうなんだ。レビューを見ると完成度はかなり高く、経験者の店という印象やら、派手さはないけど確実に美味しい日常パンやら、地味だけどレベル高いやら、近所にあったら最強などのコメントが散見されます。ご近所さんに愛されてるお店のようですね。はい、クリームパン懐かしい感じ。なんとも滑らかなクリームがたっぷり入っててですね。マイルドなたっぷりのクリームが美味しい。本当だ、マイルドですね。これはマイルド。チョコーラよりうまいかも。比べんな。しかし高くなったね。当時チョコーラは25円だったんだよ。安っ。それでもね、高級だったんだよ。クリームパンは20円だったからね。そんなに明治時代は安かったね。誰が明治生まれちゃう。昭和45年ぐらいの話さ。結構最近ね。いろいろパネス。4. パニカフェ。あと桃切春代さんから札幌のスサンタキッチンですとタレコミいただきましたので、それはこねばならぬってことでね、もう尻尾フリフリはっはっはでございます。なんと店主の修行先は飯旅大好き旭川のスサンタキッチンって言うじゃない。そうなの、私の大好物スサンタキッチンの遺伝子を持つカレー。スサンタキッチンでスパイスについて教えてもらったんだって。おお、それは楽しみでんな。おお、美味
美味しそう。てか綺麗。やだ、照れる。進めて。女性一人で切り盛りされておりました。女性なの？はい。店内スパイスの香りが私の食欲をそそのかしますね。ちなみにこの日第2昼食でございます。おいバンタム級狙ってる。レッドが肉系、イエローが野菜と2種類のカレーがワンプレート。野菜は黒板に書いてある A、B2 種類から好きなものを選ぶ方式。今回は A の雪の下キャベツをチョイス。カラカラチキンは程よい辛さ、スパイスの香りがいいですね。イエローカレーはココナッツベース。雪の下キャベツ本来の甘さと相性抜群。どちらもスープが多めのシャバシャバシャバダバ系。うわー、よだれが。単体で味わって途中でミックスして食べたり、やっぱりスリランカレーはいろんな味が楽しめていいよね。やばい、スサンタ危うし。札幌にこんな美味しいのがあったら旭川行かなくなっちゃうかもね。って絶対行っちゃうけどね。はい、スリランカレー美味しいな。カレーの最高峰かと思います。はいね、次は何食べよっかな。桃切春代さん、美味しいタレコミありがとうございました。5. Ipe Kope. いつの間にか西岡にイッペコッペが。はい、あっとヒデさんから情報キャッチしましてね。しかもメニューを見てみるとカツ丼があるじゃないかいってことで、じゃじゃーん。はい、カツ丼ブラザー。はい、早速カツ丼とヒレヒモカツ丼。カツ丼のダブル攻撃。ヒレヒモってなんだっつってね、初めて聞くザワードに興味津々。もちろんカツは後乗せで。イッペコッペはさ、カツ後乗せにできるのがいいよね。そうなの。グリーンは子供の頃から後乗せが好きで、お母さんに頼んで後乗せにしてもらってたんだ。マーセちゃん。しかも卵はしっかり火を通してもらうというめんどくさい子じゃったんじゃ。そうなんです。とろとろ卵が苦手なグリーンちゃん。目玉焼きもオムライスもウェルダンだもんね。はい、そうなの。レアな卵はレッドイットビー気味になっちゃうの。これ後乗せだとさ、塩、ソース&からしとかいろんな食べ方で楽しめるからいいっしょ。なるほどね。そうしてイッペコッペさん、ラード揚げですからね。ラード揚げのカツ丼ってのは非常に珍しいんです。おいちゃんも初体験。もちろんこのヒレヒモカツってのも初めてだけど美味しかったね。ちょっと筋っぽいんだけど逆に噛み応えがワイルドで味がある感じ。下品なおいちゃんにはロースよりも美味しく嬉しく感じたとさ。これが880円でこのボリュームありがとうですね。ヒレヒモ美味しかった。これが学生さんだとなんと。そうなんです。ヒレヒモカツカレーってのが880円で食べれちゃう。追加料金払うのでじじいにもこのヒレヒモカツカレー食べさせてくれませんかとお願いしたところダメーって言われちゃった。そんな言い方じゃないっしょ。学生さん向けのサービス品なのでうんぬんかんぬん申し訳ございませんって言ってたでしょ。ほな大学生やり直すか。じゃあ今度はちゃんと卒業してね。6. Today's Katsu Curry. Akakuma Shock Door. 開店直後に訪問もさすがは大丸さん、大混雑ね。っていうか空席はいっぱいあるけどお客さんを通してない感じ。これはオペレーションの方法だと思うんだけどね。なあ、厨房の混乱を避ける作戦か。じゅんぐりじゅんぐり作戦ってわけね。Maybe 多分ね。 Maybe はい、多分ね。今日のターゲットはこちら。絵面欲しさのマウンテンチキンカツカレー。とりあえずね。チキンだけに。はい、マウンテン。おー、すごい。なんか宇都宮でも似たようなの送ってたね。あ、これかい？鹿児島でも。これね。そういうの卒業したらねえ、全くもってこういうのは諸葛外なんですが、ひょっとしたら美味しいのかもってのは食べてみなきゃわかんないからね。まあ確かにね。味の確認だけならカレーライスでいいんじゃないって思うんだけれども、普通のカレーじゃさ、やっぱ絵面が寂しいからね。まあ確かね。おっさんがカレー食ってんの見ても全く面白くないからね。でしょ、うん、ってなんか虚しいね。人生は時には虚しいの。むむむむむ。洋食っぽいデミグラスの延長線上にあるとろっとしたカレー、少しビターな欧風カレーがいい感じ。カットされたカツがハスに組んで積み上げられているジェンガ状態。ジェンガ？食べれるのもまさにジェンガ。上手に食べないとすぐ崩れちゃう。これ2人でシェアしてジェンガ遊びってのも楽しいかも。いいねってそれじゃ食えんじゃないかい。でもね、これちょっと塩分量がやばいかもしれません。お子様がいっぱいのデパートの食堂で。はい、ジジイには完食不能のやつでした。量じゃなくて塩分量が。でも食いしん坊さんショッパーズにはごちそうのカツカレーじゃないですかね。デパートだけにと言いますと、ショッピング
7. Listen. 視聴者タレコミ、@MT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 M さん、ありがとうございます。満月食堂がなくなり、寂しくなった銀南通りに、私たちの知らない新星が、いつも通る通りなんだけども、ちょっと中入るからね。気づかんかった。いつも満月食堂と焼き鳥野郎ジョン&パンチに気を取られてるからね。ねえ。おっと、これがリ豆腐の味噌ラーメン。随分と白い味噌だね。泡立ってるのがちょっと美味しそうに見えないけど。あら。これがマイルドな味噌でね。この優しさは嬉しいね。1000円超えちゃってるラーメンが多い中、ランチセットは750円で、大盛りラーメンにライスがついちゃってるぜ。いやー、そりゃ人気になるわ。半チャーハンもちゃんと煽りたてのが出てきました。腹パンパンの74キロ台復活となりました。おめでとうございます。ラーメンってすごいね。ね、すぐ体重増える。ね。 8. Akasaka Shisenhan 10. こちらも視聴者さんが絶賛のお店ね。札幌ガーデンパレス1階にございます。はい。視聴者さんから麻婆豆腐が美味しいよ情報をいただきましてね。参上。四川飯店さんは料理の鉄人でおなじみ陳健一さんのお店ね。横浜かどっかで一回食べたことあるんだけど、覚えてないけど。多分もう10年近くになるから時効ランチタイム人気ですね。やはり人生の先輩方が多いです。平均年齢は92歳くらいかしら。マジでもうちょっと若いかも。はい、麻婆豆腐ランチ。ラーメン1杯1000円時代にホテルの中華で麻婆豆腐定食が1200円っていうのはお安く感じます。確かに。麻婆豆腐がお皿からあふれんばかりに盛られております。サラダスープに杏仁豆腐までついてボリューム満点。こりゃいいね。山椒が程よいしびれ具合、美味しゅうございます。ギトギトしていないお上品な麻婆豆腐。さすが陳さん。有名シェフでちゃんと美味しいのは嬉しいよね。なぜかあれってなることもしばしばでね。有名シェフあるあるだね。ねえ。ってことで視聴者さんおすすめのお店をまとめてみました。まだまだタレコミのお店猛烈に食べ歩いてますんでね。その模様はおいおいってことで、引き続き美味しい情報よろしくお願いいたします。Jikai no mesha tabiwa. Gachi de mata tabatai. Hokkaido OEC Katsudon des. O Tano Shimini. See you soon. 飯旅ではいろんな地域の動画を公開しています。飯旅地名で YouTube 検索して気になる地域の動画を動画ご覧ください。よろしくしなくと。なんとも渋い居酒屋さんじゃございませんか。ピーポーピーポードゥンドゥンデルデンドゥンドゥンデルデンテレレテテレテレテテレテテレテ人口八百長3丁目で事件だ。結構してくれ。ランチメニューはお店前の黒く版早速生姜焼き定食を注文。待つこと8分23秒。そこかもかね。入れくぐぼぶばひどいね。あらららら。いいお店をご紹介いただきありがとうございました。ありがとうございました。買いました。買いましたよね。買いました。まあまあ最後の NG 集で見てください。そりゃいただかなきゃなきゃなきゃ。地下鉄降りたら2分でパネルでいいや。よかったね。車がねちょっとうるさかったからね。どうせ撮り直しだからね。午後言ってますけどちょっと今日風強いんす。これが880円でこれボリューム。腹パンパンの74キロ台買う。腹パンパンの740キロはでかすぎる。そんなにないよ体重。740キロはやばすぎる。トンに近づいてる。ランチタイム人気ですね。やはり